見る者全てに衝撃を与えるこの方向、今にも熱戦で相手を攻撃し、さらに都市をも一撃で破壊する巨大な尻尾が今にも振り下ろそうと待ち構える。そう、この破壊的かつ全身に力がみなぎる圧倒的な劇中再現こそゴジラ2024 from ゴジラコング新たなる帝国の全貌となり、加えて史上初レジェンダリー版ゴジラの骨格が今ベールを脱ぐ。さらに真上から眺める全長 255mm のサイズには躍動感あふれる曲線美、頭から尻尾の先までしなやかな体のうねりを再現。さあ、それではゴジラ2024 from ゴジラコング新たなる帝国の全貌をお見せしよう。ということでゴジラ2024 from ゴジラコング新たなる帝国、今回僕が最も衝撃を受けたのはこちら、ゴジラの骨格パーツです。いやー、すごいね。ゴジラの骨格初めて見たけどこんな感じになってるんだ。細かいところまで作り込まれていますよ。骨格だけでもめちゃくちゃ迫力あるね。背びれがこんな大きかったんだとか、骨格になって初めてわかる迫力がありますね。それでは早速詳しく見ていきましょう。バンマニ。それではゴジラの骨格パーツを徹底的に見ていきましょう。このように骨格だけでディスプレイ可能で、細部までこだわって作られているんです。いやー、すごいね。骨格も楽しめるんだね。このレジェンダリーゴジラの骨格が立体化されたのは史上初っていうことなんだけど、今回なんで史上初が実現したんだろう。今回骨格は平成ゴジラシリーズのほぼ全ての作品で怪獣やメカデザイン、設定、演出プランの提供で参加してきた西川慎二氏によってプロデュースされて立体化が実現しました。この骨格は劇中には登場していないんだけども、西川氏のプロデュースでデザイン、造形ともにリアルそのものを追求されて作られているんです。なるほどね。ちょっと触りたくなっちゃう。ちょっと触ってみていいかな。うわー、すごいね。このリアルさ。ちょっと顔もね。うわー、すごいすごいすごい。めちゃくちゃ迫力あるね。迫力ある。凹凸感もしっかりあるし、でも意外と小顔なんだね。この辺ね、このちょっとねギザギザしてる凹凸感とかすごいし、やっぱねこの屈強な顎っていうのもねゴジラならではじゃないですか。強そうだね。で一つ一つめちゃくちゃ細かい骨が連なっていて、この辺もね、わー、あばらの骨とかも結構ダイナミックにデザインされてるね。この背びれの部分、ちょっとよく見てほしいんだけど、この背びれの付け根の部分のジョイントが実はクリアパーツになっているんです。なるほどね。背骨に背びれの骨がそのままくっついているんじゃなくて、これはもう独立したパーツだろうっていうことで、今回クリアパーツを使って別の骨ということで表現されてるんです。なるほど、そっかそっか。一つにもうまとまってないんだ。この一つずつ分かれていて表現されているってことだよね。うわー、すごい。めちゃくちゃそれだけでもリアル感が増すよね。ゴジラの背びれってこういう風になってたんだっていうのが今回初めて分かりました。あと実は注目してほしいポイントとしては、この左右の骨格それぞれが微妙に非対称に作られているんです。そうなんだ。このあばらの骨だったりとか、骨盤の部分だったりとか、腕や足左右全部そうなんですけど、生き物って左右が完全な対称じゃないことがほとんどなので、そういった細かいところまで生き物としてのゴジラを表現しているんです。次はゴジラの外皮の方も見ていきましょう。こちらは本編にも登場したゴジラの姿が立体化されてるんですね。全体の造形の迫力はもちろん、非稼働モデルだからこそできる躍動感のあるポーズになっていますね。横から見た時は結構ね体の厚みしっかりあるんだけど、この正面から見た時はちょっとスタイリッシュさも感じるね造形になってますね。やっぱりゴジラといえばこのねボリュームのある尻尾ですよ。いやー、この動きもね結構地面から浮いている感じもあって躍動感あって、映画に登場するゴジラが画面からそのまま飛び出してきたような感じがあって、めちゃくちゃ力強いですね。個人的な一押しポイントは上から見た時の姿なんですけど、顔の先端から尻尾の先まで自然な形の体のうねりっていうのが再現されてるんです。確かにゴジラを真上から見ることもなかなかないから、こうやって見れるのも面白いね。あと気になったのがこの顔の表情がとてもリアルですよね。目つきも鋭いし、
歯もね細かく再現されてるんだけど、ちょっとねよく見てほしいのがこのね口の中、口腔内ですよ。この舌と口の中、別のパーツでね同じ赤でも若干違う色味になってるんだよね。こうやってね間近で見ると迫力も感じれるし、いろんなところも発見できて興奮しちゃうね。今回のゴジラのプラモデルは実はすでにちょっと彩色をしてあるんですけど、こう彩色をしてない状態だけでもめちゃくちゃかっこいいですし、色をちょっと入れるだけですごく見栄えもさらに良くなるので、プラモデル初めてだなって人とかにもぜひ試してみてもらいたいなって思います。確かにね、こうやって少しでもちょっと色を入れてみると、またよりリアルな質感だったりを実感することができて、これもまたすごく楽しめるポイントになってるね。ということで、こちら今回のランナーを取り出してみました。これを見てください。この部分のパーツなんですけど、これ先ほど言っていたゴジラの口の中の下に当たる部分のパーツとなっていて、でこちらの赤いところが口の中の他の部分のパーツになっているんですけど、よーく見ると違う色の成型色が採用されていたりとか、クリアパーツも使われていて、背びれのジョイント部分のパーツですね、細かいところまですごくこだわって作られているんです。さらにゴジラの外皮の部分の、質感、このボコボコしたちょっと生き物のような質感と、足の裏とかのこのツルツルしたような質感と、こう表面の質感だけでもすごくこだわって作られているのが分かります。そしてパーツは一つ一つねこうして大きくなっているので、初心者でもね簡単に組み立てれるようになってます。ゴジラの姿を見てかっこいいと思ったこれを機にね、ぜひちょっと組み立てにも挑戦してみてほしいなと思います。いやー、ゴジラの骨格も外皮もめちゃくちゃクオリティ高くてさ、これはね欲しくなっちゃうよね。実はこの姿、外皮の中に骨格を埋め込むことも可能なんです。なので一つにしてディスプレイを楽しむもいいですし、こうやって骨格外皮2つ並べて楽しむこともできるよね。イデニーはさ、どっちの飾り方をして飾ってみたい？いやー、でも僕はせっかくなら、外皮と骨格それぞれこうね分けて飾りたいかなって思っていて、もうねやっぱりそれぞれのいいところがねこう存分に出てるじゃん。こうやって並べて飾るのもかっこいいもんね。僕はちょっと断然組み合わせて飾りたい派なんですよ。今にも動きそうな感じとか、ロマンも感じられるし、外皮と骨格を組み合わせて飾るっていうところにやっぱりいいなーって思っちゃうんですよね。でもその日の気分とかによって変えていこうかなって思います。バンダイマニアということで、今日はゴジラ2024 from ゴジラコング新たなる帝国を紹介しました。いやー、めちゃくちゃかっこいい姿だったね。やっぱりゴジラって迫力があるからさ、この外皮も楽しめて、今回はちょっと初めて骨格を見ることができたし、骨格の細かいところも楽しめるってめちゃくちゃ嬉しいよね。同じサイズ同じポーズのはずなのに、両方並べてみた時の印象も全然違うし、ゴジラってこういう風に生きてるんだなっていうのがより身近に感じられて、めちゃくちゃ嬉しくなっちゃうね。ちなみにこちらの商品はいつ手に入るんですか？ゴジラ2024 from ゴジラコング新たなる帝国は2024年12月発売です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。